海水淡水化技術がある日本世界シェアは〇〇%水に困らない世界を築け。ジャパン。1はじめに、皆さん日本に住んでいたら水に困ったことのない人がほとんどだと思います。蛇口をひねれば、すぐに飲める水があるという、幸せな国ですね。ただし、このように蛇口からすぐに飲める環境は、世界の 10% くらいしかないようです。世界を見渡せば、飲み水に不便を感じる人が大半であることを知っておきましょう。でないと、海外旅行で大変な目に遭いますよ。世界では結構ペットボトルの水が飲まれているようです。またヨーロッパの一部では、ビールやワインを水の代わりに飲んでいる人も多いとか。一方、ペルシャ湾岸やスペイン等は、川等の水資源の不足から海水淡水化装置により飲み水等を確保しています。本日は、この海水淡水化関連に焦点を当てました。期待しながらご視聴願います。2内容。1概要。海水淡水化は、初期は多段フラッシュ型で、言ってみれば海水を沸騰させてその蒸気を冷却して水を採取する方法。産油国では、発電所や油性からの余分なガスの燃焼の熱を利用してのプラントが主でした。近年になって RO 膜という逆浸透膜を使用した逆浸透法が多用されています。簡単に言えば、膜に対して圧力をかけ、超微細な穴を水の分子だけが透過する方法。逆浸透法の初期のコストは1立米あたり150円だったのが最近では75円程度までコストダウンしてきました。日本には、海水淡水化技術を持っているメーカーはたくさんありますが、現在世界で稼働している機器への寄与シェア率で言えば、なんと 1% とわずかです。サムネイルの〇〇部分の正解は 1% が正解でした。皆さんの予想はどうでしたか？正直、私も調べてびっくりしました。十数年前は、もうちょっと高かったみたいですが、現在は厳しい状況です。詳しい状況を次の詳細にて説明します。2詳細。1淡水機器製造メーカーの国別シェア率。上位10カ国で 88% を占めています。上位18カ国でほぼ 100%、逆に18カ国に技術が拡散しているとも言えます。日本はなんと18番目です。この表で、自国内設置だけでなく海外に輸出している主な国の説明をすると、スペインは地中海に面した国で、水資源が豊富ではありません。そのため、淡水化技術の開発、普及に力を入れており、世界有数の淡水化大国となっています。自国内設置プラス輸出。米国は世界最大の経済大国であり、人口も多く、水資源に対する需要も大きいため、淡水化プラントの建設に力を入れています。自国内設置プラス輸出。フランスは、総合環境サービス企業のベオリア・エンビロネメントが世界最大の淡水化プラントメーカーであり、その影響力が大きいことが挙げられます。輸出が主に淡水機器の設置国別シェア率。上位9カ国で世界の淡水化プラント保有し、運用している淡水製造能力の約 70% を占めています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、水資源が不足しているため、淡水化技術の開発、普及に力を入れており、世界有数の淡水化大国となっています。スペインは、地中海に面した国で、水資源が豊富ではありません。そのため、淡水化技術の開発、普及に力を入れており、世界有数の淡水化大国となっています。米国は、人口増加に伴う水需要の増加に対応するため、淡水化技術の開発、普及に力を入れています。イスラエルは、水資源が極端に不足しているため、淡水化技術に依存する割合が非常に高い国です。カタール、オマーン、中国、インドは人口増加や経済発展に伴う水需要の増加に対応するため、淡水化技術の導入を進めている国です。淡水化プラントの製造能力は年々増加しています。2023年には世界の淡水化プラント製造能力は約7000万立米パービを超えました。
これは2013年の約2000万リュウベイパービから約 3.5 倍に増加したことになります。この急増加の波に日本は乗れなかったということです。炭水化プラントの製造能力が増加する背景には以下の要因が挙げられます。人口増加に伴う水需要の増加、気候変動による水資源の減少、都市化による水需要の集中、プラント製造コスト、メンテナンスコストが下がった。つまり製造コストは RO 膜技術を用いた炭水化プラントではリュウベイあたり約 0.4 ドルに対し、蒸気圧縮式や電気透析式の炭水化プラントではリュウベイあたり約 0.7 ドルと、どちらも従来より安価になってきた。今後もこれらの要因に伴い、炭水化プラントの製造能力はさらに増加していくと予想されます。3未来、現状の RO 膜式の最新技術でもエネルギー消費型ですので温暖化対策必要なプロセスです。最近、違ったプロセスの基礎研究の発見発明が日本でありました。2022年5月13日、東京大学大学院工学系研究科の研究グループが内壁をフッ素で覆った微細なナノチューブを開発したと発表しました。塩を通さずに水だけを超高速で通すことができ、海水を淡水化する技術への応用が期待される画期的な技術です。今回開発されたフッ素化ナノチューブは、現在有力視されているアクアポリンの4500倍の水透過性能がありました。また、当然ですが、現状の RO 膜の性能からも4500倍以上の水透過性能があります。平たく言えば、淡水化に関するブレイクスルー技術の糸口が見つかりました。現状の膜の1000倍から1万倍性能が良いという夢の素材です。ただ残念なことに、まだ基礎段階ですので、膜の個体を作るのに100万個作って55個しか使えない初期段階です。でも、フッ素化ナノチューブを使えば夢の性能というブレイクスルーがあったので、今後の開発、改良を期待します。水の製造費が1桁2桁変わる可能性があります。これが実現すれば日本の淡水化技術淡水化プラントが世界に貢献できるでしょう。ひょっとしたら、宇宙、月基地、火星基地での淡水化機器に貢献できるかも。皆さんも、このブレイクスルーの今後の発展にエールをお願いします。3まとめ、日本は淡水化プラントを日東電工が2010年までで470万リュウベイパービ日立造船が2015年までに166万リュウベイパービ、東洋棒も160万リュウベイパービ、東レが現在までに320万リュウベイパーヒと結構淡水化プラント製造しているが日本の世界での現状のシェアは 1% と低いことを確認しました。またフランス以外は各国自身の淡水化プラント建設の必要性から技術を進化させ輸出もしている状況です。日本は淡水化技術は持っているが低コスト化するまでの余裕がなかったのでしょうか。製造する技術力だけでは世界に追いつかれて売れなくなります。販売するための技術力を合わせた総合技術力が必要です。またはブレイクスルーした最先端技術力を常に発揮続けていくことが必要でしたが、日本の海水淡水機器メーカーにはそれがなかったのでしょう。淡水化プラント市場はすでに示したように成長産業です。日本はその成長の波に乗れなかったことは自覚すべきでしょう。ただし、上記に示した東大グループのフッ素化ナノチューブの知見をお得意のものづくり日本のお家芸で実用化し、淡水化コストの1桁ダウンにより世界の淡水化プラントを日本製に、また宇宙での月基地、火星基地でも活躍できることを祈っています。日本は水に困らない世界、宇宙に貢献すべきです。皆さんも応援願います。なお、あらゆる情報を正確に集めて検証しながら数値を出していますが、間違っている部分があるかもしれません。間違っている部分がありましたらご指摘願います。数値根拠を示しながら夢の目標値を示し、みんなが邁進することを支援することはぜひやるべきだと信じています。歴史は夢を現実にしながら今まで進歩してきていると思います。あなたは夢を忘れていませんか？ここまで視聴していただいたあなたこそがその夢を現実にしていく主人公なのです。4最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。
日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。